雑談です。実力派です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、あれです、陣内くんの YouTube の撮影ネタ撮りがありまして、だからオンエアオンタイムではお笑い実力派を見ることができなかったんで、録画を帰ってすぐ見ましたけども、見ましたですかねそれ先に言えて、見ましたお笑い実力は。昨日は陣内くんで1時間と、まあ特番並みのあれでしたけどもね、見ていただいて、まあ反応をねツイッターでずっと追っておりましたけど、たくさんの方にね見てご覧になっていただけたようでありがとうございましたというのと、まだねこれ残念ながら TVer には上がっておりませんが、これ毎週ねちょっと遅れて上がってるんで、おそらく上がるとは思いますが、上がらなかったらまあねざまあみろってことですけども、まあしょうがない、それはまあ多分上がると思いますね。見逃しちゃった方はね上がってからね違法アップロードしたやつで楽しんでいただければと思いますが、まあ番組の中でもねこうそれまでねあんまりまあ YouTube やりだしてあれは確かゴミさんとの対談の時だったかなとか、まあことあるごとに僕の名前が出てねまあ映像に突っ込むっていう確立したみたいなことを言っております。実はねその陣内君が見つけたこいつを話したらあかんみたいな話が出てたりするんですけど、僕の方は僕の方でね当時ねまだ日曜劇場の頃はもうすぐに裏方になっていろいろデザインとかやってて、わちゃちゃペーパーというまあ交番表が載ったフリーペーパーですね、そこにいろんなまあ当時バンドも劇場に出ていましたんで、そのバンドのコラムであるとか紹介の記事であるとか、お笑い、まあ、芸人さんの紹介記事であるとかスケジュールであるとかっていうのが載ってたフリーペーパーがあったんですけど、そこに僕、まあ、バンドの紹介記事書いたりしながら芸人紹介の一コマ漫画をずっと書いてたんですね。それアナログで筆ペンで書いてたんですけども、それを何回かやりだした頃、陣内くんがピンになって陣内くんを紹介する一コマ漫画を書くときに、それまでずっと筆ペンで書いてたんですが、まあその頃に当時ねパフォーマー575という575ですよね、パフォーマー575というマッキントッシュパフォーマーシリーズというのが発売されておりまして、40万ぐらいしてたかな、当時30万40万ぐらいしてた。当時の30万40万ですから、今考えたら相当な額ですけども、発売されてそれを導入していよいよこうデジタルに DTP デスクトップパブリッシングがこうの黎明期ですよ、で出だした頃に導入してね、で今まで書いてた筆ペンで書いてた一コマ漫画の芸人紹介のあれを初めてデジタルで書いたっつってもねドット絵みたいな感じですよ、今でいうデジタルペイントソフトで書いた芸人紹介が陣内くんだったんですよ。だからそこでね陣内くんは陣内くんの方で僕をこう捕まえて、僕は僕の方で逆に陣内くんをそこで捕まえてデジタルに取り入れてたんですよねっていうのが、これどこにも話してないというかね、僕だけ俺しか知らない事実ではあるんですが、そういうことがあったんだよっていうのを、まあ、ブログで書いたかなみたいなことがあって、それなんかちょっと運命を感じてはいるんですよね。確かに、確かに彼は彼の方で
ね、そんなことやってるやつが、まあ、身近におってちょっと使えるなって感じで声をかけていただいたんですが、僕は僕の方でね、これはちょっと面白くね、本当にまだ当時映像の編集なんて言ったらそれこそまだね VHS でダビングしてとかっていうノリだった頃にクイックタイムっていうね、これはまあ本当に僕にしたらパンドラの箱を開けたような感覚でして、あれが登場した時にはで、それでパフォーマー575はね、まだディレクターというね、当時 CD ロムかなんかを作るソフトだったんですけど、あれをこう手に入れてですね、パラパラ漫画みたいなのが作れるぞってなって、その辺からこうやりだして、これは面白いね。その前はハイパーカードはねちょっとなかなか僕は敷居が高くてできなかったんですけど、まあそんなようなソフトを使いながらデジタルにこう飲み込んでいく、まあもともとゲームが好きだったんで、まあ飲み込んでいくわけなんですけども、それでね、デジタルを取り入れて、そこにで出会ったというか、そこでお互いがねこう見つけ合ったみたいな感じの出来事があったんですよ。そのね一コマ漫画からね筆ペンで書いてたのを初めてデジタルでやったのが、初めてデジタルでやったっていうかね、まあデジタルでやったのはそれ1回きりだったんですけど、そんなことがあったなっていうのをまた思い出しておりましたけどもね、その笑い実力派でね、ネタ制作現場の裏側なんつって、YouTube の撮影で使ってるところですよ、陣内くんもね、でやっておりますが、まああんな感じでいつもねやっておりますよ。で放送されたねネタはどれも結構昔に作ったネタではありますが、本当にねやるたんびにここをちょっと変えたい、ここをちょっと変えて、まあね基本的にテレビで1回とかね、まあ劇場でやってるやつは劇場でやってるやつでもそのまま素材だけ投げて劇場のスタッフにお任せしてるんであれですけども、そこでねこう作り変えるってことはないですけども、テレビでやる場合はちょっとあれネタ古いな、例えば映画のね予告編のだったら最後ねアルマゲドンの連発で終わるんですけども、そこで一番最後のオチはまあ今流行っているというか、まあキンキンで流行ってる、まあね鬼滅の刃で行ったりとか、その前は何でした、君の名はね、曲げの名はとかね、あの辺はこう変えてやっているんですけども、まあそうやってこうやるたんびにこう作り変えてるんですよ。で細かいところでも結構こう作り直してて、だから映画のネタなんかで言うとこうバージョンがめちゃくちゃあってまあカラオケはやってなかったですけどね、もうめちゃくちゃあってとか、テトリスもテトリスでめちゃくちゃあってみたいな感じ、本当にまあ完結しないんですよね。だからなんていうんですかね、まあ本当にバンドに近いというかね、バンドに近いですよね。だから分かりやすく言うと、まあ、例えば斉藤和義さんとかね、金子綾乃さんとか、まあ個人名義でやってますけども、金子綾乃というバンドでやってるじゃないですか。斉藤和義というバンドでこうツアーを、まあ弾き語りもやりますけどね、2人とも。っていう感じに近いのかな。だから真壁君でしたっけ、ギター今サポートしてるね斉藤和義さんのであるとか、金子綾乃で言ったらドラムのボブさんであるとかね、あんな感じに近いとは思います。なぜドラムのボブさんを選んだ、まあ金子綾乃のねなんですか、変拍子のリズムを刻むドラム、やっぱりあれが一番いいんだよなとか思いながらね、まあそんな感覚ですよ。っていうのは思っておりますねっていうのが、まあね、あとはまあ本当にいい感じで編集してくれてましてね、いろいろもっと喋ってたんですけど、使われてなかったところで言うと、まあね、絵がチープだとかっていうのはまあね、僕も常々言ってるんですけども、あんまりね、映像がすごいってなっちゃうと笑いが追いつかないんですよね。すごいが勝っちゃって、わーすごかったって感想になっちゃダメなんですよね。やっぱりネタなんで、いやー面白かったなって
こうなるように映像がすごいことは前面に出さないっていうのは僕もこれは気をつけているところですしね。あと陣内君はよく要素をねこうごちゃごちゃボケに集中させたいから結構要素を省くんですよ。絵的にこうスカスカになるようなね、絵だけで切り取って見ちゃうとスカスカになっちゃうようなあれなんですが、まあねすごいと思わせない努力っていうのは僕もしているし、陣内君もそういった邪魔になるようなねボケの邪魔になるような要素はこう結構省いてくるんで、結果的にああいうまあチープというかね、昔からの感じになるのかなっていうのは、まあ番組でも語られてましたけども、僕は僕の方でもそこはすごく注意をしてるね。すごいという印象を残さないようにね、結果面白かったなっていうのが一番なんでっていうのはね、面白至上主義でやっておりますよっていうのはまあ言っておきたいかなっていうのはありまして、まあ他のことに関してはね、まあネタはあんな感じでいつもやっておりますし、実力派の裏でもね、本当にギリギリまで何詰めてたかな、あれ、あの時は。何だったかな。あれかな。ATM のネタかな。ATM のネタもそうだったけど、ね、いろいろやっておりましたわ。映画のまあそうだ、全部そうだね。ニュースのやつに関しては、もうね、ロケも終わっちゃってて詰めようがないんであれですけども、ただね、動物園の下りの動物の絵は新たに、ね、YouTube 用に撮り直してきてて、あれ、多摩動物園まで行ってきたんですけどね、僕がカメラ持って。っていうか、オランウータンがいる動物園がね、多摩動物園と動物公園が一番近いんであれでしたけども、そこに行ってきて撮ってきましたよ。まあ僕一人で行ったね、普通に楽しんできたんですけどね。なんてことをやっておりました。もうちょっとした多分 TVer に上がるとは思うんで、上がらなかったらあれですけども、楽しんでいただけたようで、僕もちらっと映っておりました。あとね、被ってた帽子がね、田中さんね、有吉の夏休みで被ってた田中さんの帽子と一緒なんですけど、よく見たら田中さんのね、着てた T シャツ、あれも蛭子さんのやつでしたね。だから蛭子さんも、本で田中さんや有吉さんのことをね、すごく、いじってくれて嬉しいみたいなこと書いてるんですが、逆に田中さんとか、有吉さんも、蛭子さんのことをね、面白がってるんだなって思って見ておりましたが、実力はね、TVer で、まだないですけども、近々上がるんじゃないかなと思うんで、ぜひ見逃しちゃった方はご覧になってくださいといったところですかね。はい。コント見つけちゃった。ちょうどお時間ね。お互いがお互いを見つけちゃったと思ってるんですよね。やっぱり相思相愛というかね、そんな感じじゃないんですかね。一回ねひどく怒られたことはありますよ。僕はすごくへこんでね、そのネタをやるときは本当にもうPTSD のようにね、恐怖が蘇ってこうガタガタ震えるなんてことはありますけどね。そういうこともありましたとね。別に恨んでもないし、いろいろね、お互いがお互いで思うことはあってのことだったんでね、反省もしているしね、お互い謝って、あの時は悪かったなみたいなことはゼロではないですけどもね、そういうこともありましたけども、全然遺恨なく、今も楽しくやっておりますといった感じで、ぜひチャンネル登録とね、普段はね、もっとドラマのねおかっぱかわいいとかそういうことしか言ってないですけど、あれも見ましたよ。だから箱詰めもねすごく見たかったのに、なんでネタ撮影があるんだよとか思いながら、ね、帰って録画してるんで関係ねえやとか思いながらやっておりました。ぜひチャンネル登録と、喋りすぎたな、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。